最後に IO エクスパンダーです。IO エクスパンダーが他の2つと異なる点は通信機能が備わっていることです。通信方式は SPI と I2C の2つがあります。ここでは I2C について説明します。I2C は Internal Integrated Circuit の略称で、フィリップス社が提唱した周辺デバイスとのシリアル通信方式です。同一基板上にある IC 間の通信、スタッキングされた基板間の通信などで使用され、離れた装置間の通信には向いていません。通信速度は 100kbps、400kbps が一般的で、ファーストモードプラスで 1Mbps、ハイスピードモードで 3.4Mbps とメガビットクラスの高速通信も可能です。メガビットクラスの通信では波形が訛りやすいので、ハードウェアの工夫が必要です。I2C はマスター側とスレーブ側を明確に分け、マスターがすべての制御を主導します。ちなみに英語でマスターは支配者、スレーブは奴隷です。I2C の動作を理解する上で、マスターとスレーブの関係はとても重要なので覚えておきましょう。ここで I2C 通信を利用しているデバイスを紹介します。左上から順番に温度センサー、温湿度センサー、気圧センサー、光センサー、そしてジャイロセンサーです。ジャイロセンサーはスマホやゲーム機のコントローラーなどに搭載されていて、傾きを検出します。左下に移動して ADC、こちらはアナログ信号をデジタル信号に変換する IC です。そして EEPROM、こちらはメモリーです。次に RTC。RTC はリアルタイムクロックの略称で、時間や曜日などのカレンダー情報を取得することができます。最後に OLED、LCD です。LCD を制御するためには7本程度の GPIO が必要になります。I2C 通信を使用することで2本で制御することが可能になります。IO エクスパンダーの代表的な IC を紹介します。左が8ビット IO エキスパンダー、右が16ビット IO エキスパンダーです。I2C の2本の信号線で、8ビットは8本の入出力ポートを、16ビットは16本の入出力ポートを制御できます。こちらが代表的な8ビット、16ビットの IO エキスパンダー IC の型名です。NXP と TI から同じ型名で互換製品が出ています。価格はシフトレジスター、マルチプレクサーが50円程度なので、それらと比較すると少し高めです。Amazon、デジキー、秋月電子で購入可能です。Amazon やスイッチサイエンスでは IC が基板に実装されたモジュール品を購入することもできるので、早く実験したい方におすすめです。こちらが I2C 通信の接続図です。1台のマスターに対してスレーブは1台または複数台を接続することができます。スレーブを制御する信号線は SCL、SDA の2本のみです。それでは複数のスレーブを2本の信号線で制御する仕組みについて見ていきましょう。スレーブとマスター間で数のようなデータの送受信を行っています。SCL はマスターからのクロック信号、SDA は送信側からの送信データと受信からのアックデータです。これらの2本の信号線はオープンドレインで構成されているため、プルアップ抵抗が接続されています。プルアップ抵抗がないと通信ができなくなるので、接続を忘れないようにしましょう。プルアップ抵抗が接続されているため、マスターが何も出力していない状態では、SCL、SDA の信号線はハイの状態です。この時、スレーブはマスターからの通信開始の信号を待っている状態です。マスター側が SCL をハイの状態のままで SDA をローにするとスタートコンディションになります。スタートコンディションとはマスターがスレーブと通信を開始する際の通信開始の合図です。マスターが通信開始の合図を行った後、マスターからスレーブアドレスが送られてくるのを待ちます。
送り方にもルールがあり、マスターが SCL のクロックを供給して、その SCL に同期させて、スレーブアドレスを SDA で送信します。スレーブアドレスを送信する際、7ビットのスレーブアドレスに加えて、1ビットの情報を追加して、合計で8ビットデータとして送ります。この追加する1ビットの情報は、読み取りを行うリード、そして書き込みを行うライトの2種類です。例えばマスターがスレーブ1に対してデータを書き込みしたい場合、スレーブアドレスのビット7からビット1に 0x20、ビット0に書き込みである0を入れます。スレーブアドレスが 0x20 であるスレーブ1は、自分が選択されたと認識し、またこれから書き込みが行われることを認識します。一方、スレーブアドレスが 0x22 であるスレーブ2は、これから行われる通信は自分宛てではないと認識します。ここでスレーブアドレスの表現方法の注意点を紹介します。1つ目はスレーブアドレスの7ビットに読み込みを行うリード、そして書き込みを行うライトの1ビットを追加する方法です。こちらは先ほど紹介したフォーマットです。2つ目はスレーブアドレスにリード・ライトのビットがすでに含まれている場合です。このようなパターンがあるのかなと思われる方もいるかもしれませんが、I2C 接続の LCD モジュールのデータシートを見てみましょう。スレーブアドレスは 0x7c で7ビットアドレスと記載されていますが、これは RW、つまり読み書きを含んだスレーブアドレスであることがわかります。Arduino 表現では 0x3e になりますと書かれているので、Arduino を使用する際は I2C 本来の7ビットを使う必要があります。このようにスレーブアドレスといっても本来の7ビット表記とリードライトの読み書きまで含んだ8ビット表記がある点に注意が必要です。マスターに選択されたスレーブ1はマスターに対して認識したことを伝える必要があります。具体的にはスレーブ1から SDA を使ってマスターに0を送ります。マスターはスレーブ1から1ビットの0が返信されてきたら了解されたと認識します。タイミングチャートの ACK データがこれに当たります。ACK は Acknowledge の略称で、正しくデータが受信されたことを示す信号が送信側に返ってくることを意味しています。ACK とは言わず ACK と呼ぶのが一般的です。ちなみに送信側に応答が返ってこないことを Not Acknowledge で NACK と言います。これまでの手順でマスターは通信相手のスレーブ1が選択できたので必要なデータを送信します。マスターが SCL のクロックを供給してその SCL に同期させて送信データを SDA で送信します。マスターからスレーブ1には8ビットのデータを送ります。そして送信データを受け取ったスレーブ1は先ほどと同様にSDA を使ってマスターに0を送ります。マスターはスレーブ1から1ビットの0が返信されてきたら了解されたと認識します。このようにマスターからスレーブ1に8ビットのデータを送るごとにスレーブ1はマスターに了解と返信します。そしてマスターからスレーブ1に全てのデータを送信したらマスター側が SCL をハイの状態のままでSDA をハイにします。そうすることでストップコンディションになり、これがマスターがスレーブと通信を終了する際の合図になります。通信データ全体のフォーマットは数のようになります。マスター側が送信側になるか、受信側になるかによって図のように2種類のフォーマットとなります。ピンク色はマスターからスレーブへの送信データ。青色はスレーブからマスターへの送信データです。1番目のマスターからスレーブにデータを送信する場合は、今まで説明してきた通信の流れを図にしたものなので分かりやすいと思います。2番目はマスターがスレーブからデータを受信する場合です。
タートコンディションから始まり、スレーブアドレスプラス読み込み、そしてスレーブからのアックデータを受信するところまでは同じです。それ以降は送信データはスレーブが送信し、アックデータはマスターからスレーブに送信されます。マスターがデータを受信する場合、データの送信者がマスターではなくスレーブに切り替わっているところが変化点です。それでは I2C 通信を用いて Arduino と IO Expander のデータの送受信を行います。この通信で使用する IC は PCF8575 で16ビットの IO Expander です。まずはじめに P01 に接続されている LED を光らせてみます。LED を光らせるので、マスターからスレーブにデータを送信します。マスターからスレーブにデータを送信する場合のデータフォーマットの条件は、左から順にスタートコンディション、スレーブアドレス 0x20、書き込みなので0です。これをマスターが送信すると、アックがスレーブから返信され、それをマスターが受信すると、次の送信データをマスターが送信します。このやり取りをオシロスコープで測定した結果がこちらです。SCL に同期して SDA であるデータの送受信がきちんとできています。次に P01 に接続されている LED を光らせるために P01 のビットをハイにします。送信データは8ビットで右から2番目が1になっていることがわかります。このマスターからの送信データをスレーブが受信できると9ビット目のアックが0になります。そして最後の送信データは P17 から P10 で、こちらは LED を点灯させないので全て0を設定します。このマスターから送信データをスレーブが受信できると9ビット目のアックが0になります。すべてのやり取りが完了すると SCL、SDA がともにハイになり、ストップコンディションの状態となります。次に P10 にボタンを接続してボタンが押されたかどうかを確認します。プルアップ抵抗を接続しているため、ボタンが押されていない状態の論理は1となり、ボタンが押された状態の論理はグラウンドに接続されるため0となります。マスターがスレーブからデータを受信する場合のデータフォーマットの条件は、左から順にスタートコンディション、スレーブアドレス 0x20、読み込みなので1です。これをマスターが送信するとアックがスレーブから返信され、それをマスターが受信します。このやり取りをオシロスコープで測定した結果がこちらです。読み込みの設定になっているので、読み込みの8ビット目が1になっています。次にスレーブが P07 から P00 のボタンが押されたかどうかの論理状態を送信データにしてマスターに送信します。P07 から P00 は LED に接続されているため、ボタンの入力がありません。そのため P07 から P00 の論理はすべて0になります。次に P17 から P10 のボタンが押されたかどうかの論理状態を確認します。ボタンが押されていない状態では P10 の論理は1のままです。ボタンが押されると1から0に変化します。すべてのやり取りが完了するとSCL、SDA がともにハイとなり、ストップコンディションの状態となります。これらが I2C 通信を用いたマスター・スレーブ間のデータの送受信の流れです。今回はスレーブアドレスが7ビットの通信方法について説明しましたが、スレーブアドレスが10ビットの場合もあります。差分はスレーブアドレスを2回に分けて送信するところです。I2C 通信の仕様であるユーザーマニュアルを見ると、現在のところ10ビットアドレスを使うデバイスは多くありませんと記載されています。10ビットスレーブアドレスを使用する機会が少ないと判断し、この解説は割愛しています。それでは IO エクスパンダーを用いた簡単な実験を行います。
それではまとめです。シフトレジスター、マルチプレクサー、IO エキスパンダーの使い分けを表にまとめました。それぞれの特徴を IO ポート、制御、信号電圧、価格、アプリケーションで分類しました。IO ポートの出力信号はシフトレジスター、マルチプレクサー、IO エキスパンダーのすべてで扱うことができます。入力信号はシフトレジスターでは扱うことができませんが、マルチプレクサー、IO エキスパンダーは扱うことができます。制御線はシフトレジスターが5本、マルチプレクサーが3本、IO エキスパンダーが2本で、IO エキスパンダーの制御線が一番少ないことになります。シフトレジスター、マルチプレクサーの制御方法は、ハイ、ローの単純な信号化、クロックです。IO エキスパンダーは I2C 通信であるため、他の IC と比較して制御線が少なくなっています。ビット数はシフトレジスター、マルチプレクサーが8ビットに対して、IO エキスパンダーは60ビットに対応した製品もあります。I2C の2本の制御線で60ビットの入出力ポートを扱うことができるのは驚きです。信号電圧はシフトレジスター、マルチプレクサー、IO エキスパンダーのすべてで静電圧に対応できますが、不電圧に対応できるのはマルチプレクサーのみです。価格についてはシフトレジスター、マルチプレクサーが同じぐらいで、IO エキスパンダーは他と比較して2倍以上の価格です。アプリケーションはシフトレジスターがシリアル・パラレル変換。マルチプレクサーは信号線の選択と分配を行う多重化装置。そして IO エキスパンダーは信号線の選択と分配を行う L 値化とボタン入力、7セグメント LED 制御やシリアルパラレル変換を使った LCD モジュールの制御もできます。つまり IO エキスパンダーはシフトレジスターとマルチプレクサーの良いところを組み合わせた製品と言えるでしょう。この動画でそれぞれの IC の特徴が理解できたと思うので、アプリケーションに合わせて IC を選択してください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が参考になったよという方は高評価をお願いします。また、このような電気電子に関連する情報を配信しているので、気になる方はチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。とまチャンネルでは電気電子工学に関する様々な動画を配信しています。役に立ったらぜひチャンネル登録をお願いします。